皆様こんばんは。深夜に花を生けています。夢よりも儚きものは夏の夜の暁型の別れなりけり。平安中期の歌人三船忠峰のロマンティックな歌などを思って生けました。七夕の夜、織姫と彦星は出会えるでしょうか。元は旧暦だったので、一月後の8月でした。なので梅雨はとうに明け、天の川を仰げたのですね。夏の夜空に輝くこと座の一等星ベガが織姫で、鷲座の一等星アルタイルが彦星です。2つの星の距離は15光年。天の川を挟んで向かい合います。2つの星に白い花々を捧げました。純粋な白いグラジオラスの名はカクテル。その花言葉は密会。織姫と彦星の年に一度の逢瀬にふさわしい花々が集いました。それではお料理に移りましょう。ごま豆腐から作っていきますね。まずは昆布だしを取ります。昆布を水からゆっくり煮出していきます。冷ました昆布だしにくず粉を入れてよく溶かします。液をこします。練りごまを加えてよく混ぜます。鍋に注いで攪拌していきます。火加減は弱火の中火。粘りが出てきました。続けて練っていきます。ヘラに変えると練りやすいです。練り上がったので火を止め、調味料を入れていきます。容器に注ぎ、表面が乾かないようにラップをして冷蔵庫で冷やして固めます。昆布だしと具材の優しい味と滑らかな口どけに手作りするとこんなにも味わい深いものだったのかと驚かれるかもしれません。わさびの皮を剥きます。サメ側のおろし器で
円を描くようにすりおろします。残ったわさびはコップに入れ、冷蔵庫で保存し、水を毎日変えます。昆布だしに塩、みりんと醤油を少々足して、ごま豆腐のだしを作ります。わさびの葉を敷いたグラスの名は、図らずも織姫干しと同じペガでしたが、ごま豆腐を盛り付けていきます。ウニの種類は馬糞、明晩不使用の海水ウニを用いました。それでは次に、冷製コーンポタージュキャビア添えを作ります。ネギをバターで炒めます。トウモロコシは夏の食材、旬を迎えていますね。身の付け根の胚芽には、不飽和脂肪酸のリノール酸、ビタミン B 群 E のほか、カルシウム、カリウム、マグネシウムなどのミネラルなどが豊富に含まれています。なので、芯も一緒に煮て栄養分を取り出します。ミキサーに生クリームを注ぎ、芯を取り出して煮えたコーンも注ぎ、少なめの塩で味全体を整えますが、隠し味に砂糖を加えると美味しさアップ。攪拌します。そしてこすと口当たりがアップしますね。クルトンの代わりに軽くトーストしたパンの上にキャビアを添えました。まずはゆで卵を白身と黄身に分けて裏ごしします。玉ねぎのみじん切りも、ポタージュにバジルを浮かべました。次は夏野菜の一品を作ります。少し野菜が足りないと思ったので、昆布だしで面取りした冬瓜を煮ます。ナスとかぼちゃとオクラは油で揚げます。おだしにみりんを少々と醤油と砂糖を大さじ1加えます。器に盛り付けましょう。プチトマトはお尻に十字の切れ目を入れ、熱湯にくぐらせ、冷水にとって皮を剥きます。だしをかけてサービスします。メインの刺身を用意する前にデザートを作って冷やします。桃のゼリーと水羊羹の二重仕立てです。桃のゼリーから作ります。アガーと砂糖を混ぜておきます。
水とフランボワーズのリキュールを合わせ、鍋で沸騰させます。アガーと砂糖を混ぜた粉を加えて、2分間よく攪拌して煮溶かします。冷ましている間に桃を切ります。割れ目に沿ってナイフをぐるっと一周入れ、両方を反対方向にひねって種を緩ませて外します。種をスプーンなどでえぐって取り出します。皮を剥いて、変色しないようにレモン汁を水で割って桃をくぐらせます。容器に並べた桃にゼリー液を流し冷やします。小豆を煮ましょう。水につけておく必要はありません。煮こぼさなくても大丈夫。水を差しつつ柔らかくなるまで煮るだけです。煮えたら好みの加減に砂糖を入れます。煮汁の3分の1くらいと一緒に小豆をミキサーで攪拌してこしあんにします。残りの煮汁は沸騰させ、寒天粉を加えて2分間混ぜ合わせます。火を止めてこしあんを加え、よく混ぜ合わせます。粗熱が取れたら、固まった桃ゼリーの上に流し込んで冷蔵庫で固めます。1時間ほど冷やしてから型から外して出来上がり。さあ、それでは最後に器にかき氷を敷き詰め、その上にカジの葉を敷き、お刺身ご飯の用意をしましょう。赤だしの具は豆腐に油揚げ、薬味はクレソン、きゅうりと人参とみょうがのぬか漬けでいただきます。